皆さんこんにちは、日本料理アカデミーのクリスでございます。先日私どもの方の日本料理大賞という大会がございまして、その時に優勝された辻調理師専門学校の日本料理の教職を務めておられます鈴木先生を今日はご紹介させていただきたいと思います。大会の時に作られた焼き物8寸、これをご紹介させていただきたいと思います。辻調理師専門学校で日本料理を担当しています鈴木と申します。よろしくお願いいたします。大会の時に焼き物8寸に入れ込んだ特に2品を紹介させていただきたいと思います。ではまず白身魚のすり身ですね。はい、こちらを今から当たり箸で当たってきます。ちょっと押さえておきましょう。ありがとうございます。恐縮です先生。はい、では白身魚のすり身に粘りを出すために塩を先に入れます。かまぼこの原理ですね。やっぱりこの白身魚すり身を入れるということはやっぱり卵を固めるということもあるわけですね。そのふわふわさせるということも含めてですけど。そうですね、はい、あとは何とも言えぬ食感ですね。日本人とこのやっぱりすり身っていうのはもう本当切っても切れないやっぱり食材の一つですよね。お砂糖を入れてきます。今これ先生何を入れておられるんですか？アルコール分を煮切ったみりんを、のみりんを入れてます。ちょっと色ついてるのは、大会の時にはちょっとなかったんですけれども、口なしを入れてちょっと黄色がきれいになるように、してます。やっぱりみりんの持ってるアルコール分を煮切るっていうのはやっぱり後々のことも考えて、今回は短時間に調理しなければならないので、オーブンに入れてる時間もありませんので、ちょっと今回はよく煮切ってあります。ではよく混ざりましたら今度は卵黄を入れてきます。卵白はもう取り除いてある。はい、そうです。ここで、普段でしたら卵白も入れまして、混ぜていくんですけれども、今回は卵ふわふわということなので、卵白は、こちらに別に用意しておきまして、後でちょっと泡立ててそれから入れていきたいと思います。ちょっと日本料理とはあれ違いますけどケーキとか作る時はスフレみたいなああいうイメージですね。そうです。本来でしたらここであまり泡立てない方が食感が良くなるんですけれども、今回はスピードとあとは、泡立てた、イメージですので一生懸命当たります。では一旦生地ができましたのでちょっと裏ごします。本来でしたらお玉でいくんですけれども、大会の時はお玉もなかったのでこんな感じでいきました。今日はちょっと雑ですけどこんな感じで、こう審査員の人がこうやって見ながらこうね気になって仕方がないですよね。だいぶ細かい目の裏ごしですね、これね。では次、ここに入れる、卵白を泡立てていきます。ではこちらふわふわの素になります、泡立てた卵白を入れてきます。これはもうほんまにそんなぐちゃぐちゃにさっくり混ぜるような感じ。泡が潰れないように優しく混ぜます。あとはこちらですね、流し函の方に入れてきます。後で取りやすいように下にそうですね、クッキングペーパーを引かれてですね。本日は生地が柔らかいですので、表面を鳴らさないで、こんな感じでいきます。とりあえず今はもう全開ですか、これ。強火でいきます。表面が固まるまで強火でいきまして、表面が固まりましたら、弱火にして、中まで火を通していきます。
これはもう茶碗蒸しの要領とまずはよく一緒ですね。先に強火で表面だけを固めてしまって、はい、あとは火を、中火から弱火に落としてゆっくりスティームしていくということ。今からどれぐらいの時間を蒸していかれますか？大会の時は、5分蒸しまして、はい、そこから、弱火にして、はいはい、だいたい20分ぐらいですかね。なるほど。やっぱりかなり時間をかけてゆっくりと火を通されるという。はい、では、こんな感じで、もうふっくらですね。はいはい、一応、はい、ちょっと真ん中火が通ってるかどうか、はいはい、生地がついてこないので、はい、ではこんな感じに仕上がりましたので、はい、一旦出します。はい、でこれで粗熱を取るために、はい、一旦ちょっと外しまして、何でもいいんですけれども、今日は、はいはい、抜き板の上に乗せてこのまま粗熱を取っていきます。その表面粗熱取っていく意味において表面がカサカサとか乾燥してくるっていうことはあんまり意識されない？大会の時はサランラップが万が一ここに貼り付いて取る時に表面が汚くなってはいけませんので、はい、そこはちょっと考えませんでした。はい、一応その分カサカサにならないように、はい、通常より糖分を増やしまして糖分の保湿でその辺をカバーしようかなと考えて、いつもより若干だけ糖分を増やしました。では後でこれ切り出しをしたいと思います。次は、サーモン味噌幽庵焼きを作っていきたいと思います。大会の時はこの綺麗に並んでる感じではなくて箱の中からこれを頭の中にイメージして、はい、そこからじゃあ今日はサーモンを焼き物にしようか蒸し物にしようかっていうところで考えるんですけれども、ではお弁当に入れてちょうどいい大きさになって30グラムぐらいの大きさですか？そうですね。はい。大会は4人前でしたので、はい、4切れ切らせていただきます。では今からこの切り身を、はい、ちょっと小さく切ったので、はい、10分ぐらいでいける塩加減に調整しまして、はい、このまま、はい、置いておきます。ちなみにちょっと質問してもいいですか？塩の当て方なんですけど、はい、先に下に塩を振って上に置かれてまた上から置かれてあったじゃないですか。家とかで自分で料理とかするときってなんか片面に振って裏返してってやるんですけど、はい、それとなんかやっぱり先に下に振るのと違うもんなんですか？手際がいいですよね。置いて塩振ってまた手に塩ついた状態でひっくり返すよりは、こうやって指でもしやるときとかこっちがやっぱ水分ついたらもう粒がもう塊が大きくなったり、バラバラにできるだけこの塩も振り塩もこうきめ細かく全体に当たるように振り塩用に作られている塩だと思うんです。なのでそれがやっぱりせっかくそんなね指先についた水分でボトボトボトと塩を落としてしまうとここの一部だけにその塩の塊が落ちたりとかするとまんべんなくやっぱりこうね広がらないということ。じゃあ、この間にですねこれをつける味噌幽庵地を作っていきたいと思います。こちら白味噌がありましたので、白味噌を使って何からでもいいんですけれども、ちょっと、溶きながら入れていきます。濃い口醤油ですか？濃い口醤油とみりんとお酒を入れます。こういう味噌を溶くときは少しずつ液体を入れていかないと、ダマになりますしね、うまく溶けませんので。みりん、みりん入れてきます。これは煮切りですか？これはアルコール入ったままの。なるほど。ちょっと塩をする時間がないので、しっかりアルコールが入ってないと臭みを飛ばす効果も必要だなと。その魚の生臭みをマスキングするという意味も含めて、アルコールをわざと煮切らずにそのままここに入れられた。そうですね。つける場合は素晴らしい。ただ焼くときにアルコールが残る懸念もありましたので、ちょっとお酒だけ通常よりは減らしてます。なるほど。それが日本酒。日本酒です。本来幽庵焼きといえば1対1対1煮切りますよね。がベースですけれども、ちょっと少なめで。こちらの準備ができましたので、じゃあ水分を洗って拭き取って、でこれをつけていきます。大会同様ちょっとつける時間が短いんですけれども、これで引
き上げて軽く表面の水分を拭きます。本当は1時間ぐらいあるいは30分、最低でも。はい、次は串を打っていきます。身の柔らかい魚ですからね、串の打ち方もちょっと気を使われますよね。そうですね、串を打ってその魚を焼くっていうのは、やっぱり日本料理独特の、海外行くとやっぱりもうフライパンであったりとかそういったものを多用されますけども、日本のねこういう焼き物ってやっぱり串を打って魚の切り身をこう立体的に見せたりとかっていうそういう技法がありますもんね。この皮をつけたまま焼くというのも、日本が多いですよね。僕が初めて海外行った時は、皮を見せないように盛り付けないとみんな食べてくれないっていうことを聞いて、ちょっと日本とは違う盛り付けをした記憶があります。この準備ができましたので、もういつでも焼ける、焼き床の方に行って焼きたいと思います。よろしくお願いいたします。大会の時に僕が思ったのは日本料理って強火の遠火で焼いてっていうのがあるんですけれども、今回はちょっとじんわり火を通して低温調理ではないんですけれども、ちょっとゆっくり焼いて、サーモンの湿度を残しつつというかしっとり感を残しつつ焼こうかなっていうイメージでしました。特に弁当になると冷めてから食べていただくっていうイメージですので、その時も美味しくいただけるっていうところを意識しました。このぐらいの切り身でしたら2本の方が串はベストかと思いますけど、大会の時には他の方と触れたりとか焦ってもし何かちょっとこうバランスが崩れてこっちの切り身が形がこう崩れてきたりとかっていう一部が焦げてしまったりとかっていう懸念もあるので、映像を見られてる方からしたらちょっと串多いんじゃないかなって思われるかもしれませんけれども、ちょっと大会と同じような意識でやってます。焼き色はちょっと意識は後にしまして、まずはその表側になる方から火を入れられたという、次は裏側に今火を入れられていると。こういうサーモンとかだとあんまり意識しなくてもいいと思うんですけども、白身の魚とかでしたら結構身の縮まりが激しいじゃないですか。なのでちょっとこう回し串をしておかないと後でえらい目に遭うということもご経験はあると思うんです。そうですね。ちょっと今こっそりですけど、ちょっと回してます。こう串をちょっとね身とのやっぱりこうひっつくので。一度大会の時に一切れ崩したことがあったので、細心の注意を払って、ではこの辺りでちょっとだけ、皮目だけを炙っておきます。僕皮が好きなのでやっぱり皮を美味しく食べたいっていう意識もちょっと働いたのかもしれません。いやもう正解やと思います。じゃあこんな感じで、焼けましたので、じゃあ先ほど、つけましたタレですね。ここはその味をつけてる時間がやっぱり足りなかったので、こういうふうにかけ焼きもしながらしっかり表面に味をつけておこうという配慮ですね。そうですね。ちょっとドロッとさせているのもその意図があります。これとよく似た焼き方でその南部焼きっていうかごまを入れてね、利休焼きとも言いますけども。こういうイメージでね、まさしくそれをイメージして、味をのせようと、でしっかりこの乗った味噌の分量を見て、食べた時にちょっと濃くならないかなとか、味がちゃんと乗ってるかなっていうバランスをちょっとイメージしながら、次かけようかどうしようかっていうのを迷いながら、もうこれでもかけ始めたらずっとひっついておかないと、いつ焦げるかもわからないですしね。これぐらいで多分アルコールも、飛んでますし、あとは最終調整で、少しだけ、皮をパリッとさして、先生が先ほどおっしゃってたしっとり焼き上げたいという意味もあるので、あまりその焼き目を意識せずに、どっちかというとその魚の身の中にできるだけその水分を残したような形で火が入れられたらいいということですよね。なのでちょっと、
ごまかすわけじゃないんですけれども、その味噌が乗ってるテカリはいではいはいそれをカバーして皮だけはしっかり焼いておこうという意識で、なるほどはい、これでありが出来上とうございますがりです。これもこだわりですね、焼き方も含めて。冷めると抜きづらくなりますので、はい熱いうちにはい崩さないようにはい串を抜いていきます。ちょっと回しながら、そうですね、はい、熱いのを我慢して、ちょっと周りの方がいるので本当に熱くても熱いという声は出せずに、はい、手を震わせながら抜いた記憶があります。これで一応今日、はい、仕込みしたものは以上になりますけれども、さすがにこれでは盛り付けにならないので、ちょっとアイテムを用意しましたので、はい、今から切り出しをして、はい、盛り付けていきたいと思います。そんなにこう常温になってもぺちゃんとならないですね、この卵が。そうですね、割とこうふっくらした状態で。大会の時、約4時間ですけど、はい、最初にかかって、でずっとあと2時間ぐらいは置いといてもこの状態をほぼほぼキープできたので、はい、いけるかな。これも大会の裏話ですけど、はい、ちょっっと切るのに迷って時間もなくて、どういう形にしようかなっていうね、大会の時は四角く切った記憶があります。そうね、形も大事ですからね、やっぱり。本来でしたらこういうふうに2巻でちょっとずらしてこんな感じで盛りたいところなんですけど、大会の時はもうこの間を切るのもちょっと時間がなくてですね、こんな四角い感じで、まあでもこれだけ柔らかいしふわふわだから全然お箸で自分の食べやすいね大きさにできますから、問題なく理にかなってると思います。切らなかったがゆえにふわふわを味わっていただけたのかなとは今思ってます。なるほど、ちょうどこの食材が全部出揃ったところで今から盛り込みに入っていかれると、柿の葉っぱにちょうどこの柚子釜が乗って、そうですね、柚子が出始めですので、黄色い柚子が、色もね、柚子肌も黄色くね色づいてきてますよね、これね。やっぱりここは先生、やっぱりその色合いで5色の配色は意識される。そうですね、できれば色が重ならないようにとか、そうですよね、バランスを考えながらは持ってますけれども、これは何ですか？大会の時はタラの芽があったと思うんですけど、ちょっとタラの芽の代わりに芽ネギをちょっと天ぷらにして、青み代わりにちょっとさせてもらいました。であとはちょっと秋らしく懐式を用意しましたので、もみじとちょっと器の下地が黒やから結構やっぱりそのね全体の料理がこう締まるというか、いやまさに秋のもう味覚満載という感じで、これでもう焼き物発散の完成ですね。では、料理出来上がりましたので、味見の方よろしくお願いいたします。ありがとうございます、先生。焼き物8寸ですね。メインになっているこのサーモンの味噌幽庵焼き、それからこのふわふわ卵、今から頂戴させていただきます。よろしくお願いいたします。いただきます。いただきます。上手に魚のその生臭みが本当マスキングされてますね。なんていうんですか、そんなに濃くもないですし、先生の狙い通りの水分がやっぱりしっかり残ってるので、もう常温というよりももうちょっと冷えてるっていう風な温度帯ですけれども、もう全然パサつかずに、しっとりと仕上がってると思います。美味しいです。私も使わせていただきます、この方。ふわふわ卵をちょっといただきたい。厚焼き卵ですともうちょっとこの食感弾力感があるんですけど、ほんとふわっとしてて、砂糖っていうか糖分をだいぶ意識して少し多めに入れられたとおっしゃってましたけど、バランスはそんな悪くないと、そんなに甘みが勝ってるとかっていうことでもなくて、
はい、全然問題なく美味しくいただけますね。このふわふわ卵はなんていうんですか、例えばそのだし巻きと対比して考えた時に、はい、そんな水分だしが出ないからお弁当とか、はい、そういったものには適してるかもしれませんね、はい、すごく。ありがとうございます。はいはい、使いやすい食材っていうふうに思います。日本料理っていうのはやっぱり先生意識されてると思いますけど、お箸で食べる食文化なので、大きい切り身であればこのお箸で切れる柔らかさにして、これが半分に今切ってますけれども、グレーぐらいの柔らかさの、食材を用意するというか、一口でパクッといけるような、その中で完全にその口の中に運べるも大きさとか体積とかそういったものがもうちゃんと計算されてるということですよね。私は今回大会の時はその作業審査の方に当たらせていただきましたけれども、はい、試食審査の方が高得点をつけられた意味がよくここで分かりました。美味しいです。杉先生、どうも今日はありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。先生優勝されましたけれども、はい、この第1回の日本料理大賞というものを振り返っていただいて、はい、いろいろと大変なこともご苦労もいろいろあったと思いますし、はい、まずそのあたりからちょっとお伺いさせていただきたいと思うんですけど、予選はすごく料理に対して考えるっていう部分がすごく鍛えられたなという印象です。大会は自分を俯瞰してみるところをすごく理解できた部分かなと思います。予選に関しては、郷土料理を新しくするっていう部分から、まずどの料理を自分の中で一番思い描いて進めていけるかなって考えた時に、もう全てを考えなければいけない部分があったので、僕は実家が静岡ですので、その静岡のことが一番最初に思い浮かんで、そこからどうしようっていうところからスタートしたので、すごく考えました。ブラックボックス形式って言って、結局その食材は我々側の方が全部用意して、その参加された料理人の方々が実際その材料を見て見極められるんですけども、やっぱり日本っていうのは北海道から沖縄までやっぱり非常にね、その郷土性というのが豊かな分だけに食材もやっぱりすごく豊かなんですね。なので北海道の食材も取り入れたいし、沖縄の食材も取り入れたいんですけども、それをしているともう本当になんていうんですかね、収集がつかなくなってしまうというふうなところがありまして、我々のやっぱり常識の中で一般的に流通している食材をというふうに考えて、取り合わさせていただいてるんですけど、先生今回どうでした？蓋開けあって食材はいろいろあって、ここで青みを使いたいけどそういった青みがないから何で代用しようかなっていうのはすごく考えた部分ですね。なるほど、大体先生献立ってどれぐらいで先生は作成されたんですか？意外と早くてですね、15分ぐらいだったような気がします。そうですか。そうだったらもう作業の時間の方をもう優先的にっていうか、そうですね、4時間っていうくくりがありますので、実際作業された中で、なんかこれ失敗したかなって思われて一番思い出に残ってるようなことってどういう？そうですね、今回作らせていただいた卵ですね、すり身を当たる時間とか含めて1から10まで作らなければならないので、その4時間を見た時にだいぶ時間を使ってしまうものだったので、やり遂げたい気持ちはあるんですけれども、片やちょっと時間が足らなくなると思って焦る気持ちと。見事優勝を勝ち取られたわけですけれども、また日常というか戻られて、その経験はなんか生かされてるとか、そういったところはどういうふうに感じられますか？俯瞰してみることができたので、自分の等身大っていうんですかね、料理もそうですけど、やりすぎてもダメですし、やらなさすぎてもダメじゃないですか。その食材を生かすっていう部分を考えると、自分もちょっと飾りすぎてもダメですし、勉強しなさすぎてもダメですし、自分の立ち位置を考えて動けるようにっていうのは今回の大会で一番学んだことだと思ってます。日本料理大賞のね、大会というのは僕は本当に特に決勝大会の過酷さっていうのは本当に出られた方しかわからないと思うんですけれども、
出てやっぱり実感してやっぱりそれをやり遂げたっていうか、もちろんそのタイムオーバーしたとしても、やっぱりそこに出てやってみたっていう経験というのは何事にも代え難いものじゃないかなと思うんですけど、先生はどういう？もうすごい達成感がありますし、やっぱりそこでやりきれたとか、悔いが残ったとしてもそのやったことに対する自信っていうのはすごくつくので、もう皆さん本当に参加して、もう自分自身を見つめるいい機会だと思って来てほしいです。第2回の日本料理大賞はですね、2024年の4月から、告知を開始させていただきますので、若手料理人そして、何らかの機会として、改めて自分の料理人人生を見直すというふうにお思いの方はですね、こぞって、公募の方よろしくお願いを申し上げます。